皆さん、こんにちは。西安防災部です。いつもご視聴いただきありがとうございます。みんな待ってる三峡ダム。このチャンネルでは三峡ダムの最新情報と中国を念頭に気になるニュースを詳しく解説しています。短い動画ではありますが、お付き合いのほどよろしくお願いします。4月12日、地上波では全く伝えられない三峡ダムの現況です。長江水利委員会によると、深夜0時の時点でダムの水位は164メートル78でした。おとといと比べるとわずか5センチの低下で、ほとんど変化なし。本来ならそろそろ本気で下げていかないといけない時期ですが、どうもそうなっていないようです。ダムの貯水側から見ると、水位はこの辺りではないかと思われます。昨日の朝9時の時点、上流の観測所の流入量は毎秒6140立方メートルで、三峡ダムの流入量は毎秒9300立方メートル。差分については毎秒3160立方メートル。おとといと比べて、上流の寸丹観測所はマイナスの180、三峡ダムもマイナス100。両地点の間にある宇港からの流入はここのところ多いままとなっています。なお、長江の最上流、金沙江にある巨大4連ダムのうち、高架波ダムの放流量は昨日の朝8時の時点で毎秒3200立方メートル。今月6日に大幅に放流を増やした後、そのままキープしています。これについては後ほど詳しく。一方、深夜0時の放流量は毎秒9670立方メートル。単純計算すると 31% の発電状況で10基前後の発電用タービンが稼働しているのではないかと推測されます。おとといの同じ時間帯と比べると少し増やしているようです。三峡ダムと最上流にあるダムの流量についてデータを比較しながら現状を確認します。こちらは2月の初旬からおとといまでの流量の変化をまとめたグラフで、中国交通運輸部の発表データを整理したものです。上が三峡ダム、下が高架波ダムを示します。最初に高架波ダムについて、先日放流量をアップして、現在は7割程度のラインでキープ中。注目は水色のラインの流入量が大きく伸びていることで、放流を上回る水準で止まった感じ。ダムからの放流の状況を見れば、流入が増えた原因は、さらに上流にあるダム群から放流を増やしたと推測できます。雨が降って増水するパターンとは動きが違います。次は三峡ダムの状況を見てみましょう。高架波ダムが放流を増やしたこともあり、三峡ダムへの流入量は増加傾向にあります。グレーのラインの放流量はそれに合わせて段階的に増やしていることがグラフからもわかるかと。最上流ダムでの放流アップ、先ほどお伝えした宇港からの流入量増加、そしてダム周辺とその上流で降った雨が合わさって、三峡ダムへの流入が増えつつある、と言えそうです。Nishi Yang Channel。 三峡ダムの水位が今後どう動くのか、これまでの実績と足元の状況を見ていきます。こちらは年明けから洪水シーズン前までのダムの水位をざっくり示したもの。2020年からの情報も合わせて載せています。今年は比較的高い水位から始まり、今日の時点では165メートルをわずかに下回るあたり。このダムの運用上の上限からは3分の2ほどの水準まで下げてきたことになりますが、ご覧の通り1ヶ月近く足踏み状態が続いています。毎年の運用方針だと、6月に向けて徐々に水位を下げていくフェーズ。あらかじめ決められた手順に従い、ダムの水位を調整することこそが、三峡ダムは安心安全ですよと、世に示すバロメーターです。しかし去年は、目標の145メートルまで下げることができず、155メートルあたりで折り返し、赤っ端を書きました。ですから何としてでも今年は、予定通りに最低ラインまで引き下げようとするに違いないと、当チャンネルでは見ています。そのタイムリミットは6月10日と、もう2ヶ月を切りました。予定通りに目標まで下げ切るのか、あるいは諦めて、高い水位のまま維持するのか。当チャンネルとしては、おそらく予定通り進むのではとこれまで見ていたのですが、現状を見る限り、かなり怪しくなってきました。きっちり最低水準まで下げて、
官製メディアがこれ見よがしに報道するのか、それとも最初から目標なんてなかったかのように、だんまりを決め込むのか、引き続き監視していきたいと思います。天気予報サービスのウィンディで12時間の実績を見てみます。こちらは昨日の午後2時までの様子。前線が居座っている影響で、ダム周辺と下流地域の広い範囲で雨雲がかかっている模様。長時間にわたり、同じような場所で降り続く場合、川が溢れて町が浸水する可能性もあります。まとまった雨になっているところもあるでしょう。次に、今後の予想を見てみます。これを見る限り、長江の中ほどから下流域にかけて、雨雲がかかる機会は多そうです。今日の三峡ダムの天気は最高気温が27度、最低気温が15度で小雨の予報。日本も気温が高くなっていますが、あちらもなかなかの高温になっているようです。天気予報ではしばらく雨の予想が出ています。今のところ、台風4号は東にそれる進路が発表されています。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。中国、最重要から後退、イラン情勢沈静化へ努力、26年外交青書、産経新聞が伝えています。記事によると、茂木敏光外相は10日の閣議で、主に2025年の外交、国際情勢をまとめた26年版外交青書を報告した。中国について、25年版の最も重要な二国間関係から、重要な隣国に表現を後退。高市早苗首相の台湾有事をめぐる国会答弁で、冷え込んだ日中関係を反映した形だ。首相が答弁した昨年11月以降、日本に対し、一方的な批判や威圧的措置を強めていると批判した。緊迫化したイラン情勢の早期沈静化に向け、外交努力を続ける考えも示した。以上、中国、最重要から後退、イラン情勢沈静化へ努力、26年外交青書についてお伝えしました。西安チャンネルです。今のニュースについて少しだけ。外交青書で中国の位置づけが一段階引き下げられたという件は、これまでの一連の流れを見れば、現実に即した表現になったとも言えそうです。訪日自粛の呼びかけや水産物の輸入停止、レアアースをめぐる動き、レーダー照射事件、さらには尖閣周辺での領海侵入など、中国側からの一方的とも取れる圧力が続いてきた中で、日本としても対応の姿勢が問われていたところ、これまでの政権であれば、強い表現を避けて曖昧に処理されていた場面ばかりでしたが、現在は外交安全保障を前面に出し、必要な場面でははっきりと意思表示を行っている印象があります。言われっぱなしではなく、論理的に反論しながら、粛々と対抗措置を講じていく姿勢は、内外に対して一定のメッセージになっているのではないかと。残念ながら引っ越しはできませんので、隣国である以上、関係そのものを断ち切ることは現実的ではありません。ただ、不当と感じる圧力に対しては、毅然と対応するという線引きが明確になってきたようにも見えます。価値観を共有する国々としっかり連携し、どのように立ち回るかにより、今後の関係性の形も変わっていきそうです。このチャンネルは日本で唯一定期的に中国三峡ダムの情報をお伝えしています。決壊だ崩壊だ大変だという煽り文句とは距離を置き、データを中心に現況を共有。三峡ダムだけでなく、他の国のニュースを合わせて発信していますので、ご興味のある方はこの機会にぜひチャンネル登録をお願いします。また、意図せずにチャンネル登録が外れていたという話もあるようなので、今一度登録をご確認いただければ幸いです。日本の気象状況について確認します。こちらは、今朝8時までの6時間のレーダーの実績。北海道と九州南部に雨雲が見られますが、その他の地域ではお天気は良さそうです。ただ、西からはどんどん雲が流れてくる様子も見られます。ニュースによると、全国的に降水確率は低めのところが多いとのこと。西日本や東海では、最高気温が24度と、夏日近くまで上がるところがあるようです。三峡ダムには、水力発電のための設備が併設されており、その発電用の水車は、遠く離れたカナダから輸送されたもの、ということを、皆さんはご存知でしょうか。ダムの建設は、3つのフェーズに分かれており、初期段階では、外国資本が中心になって作られています。その中には、発電設備も含まれます。水力発電機の国際入札には、日本企業も参加し、一時応札したものの、後になって別の企業連合に持っていかれたという話も。
こちらの図で言うと、丸印のところに、それぞれ14機、12機、そして6機の水車が設置されています。画面、右の14機と、中央の12機のタービンはアメリカの GE、つまり、ゼネラルエレクトリック社製になります。北米で製造された後、カナダのモントリオール港から船で輸送されたそうです。6週間ほどかけて上海まで送り、そこから長江を遡って、湖北省の三峡地区まで届けられました。あちらの完成メディアは、ことあるごとに三峡ダムの水力発電所を称えていますが、実のところ、肝となる水車は、カナダからやってきたわけです。当然のことながら、そのことについて、中国の当局は一切報じません。管理用も含め、全部で34機ある水車の第1号が、初めて稼働してから20年余り。人知れず、カナダからやってきたのは、ラブレターではなかったようです。ここまでご視聴いただき、ありがとうございます。この動画が良かったと思われましたら、グッドボタンを。ああも一つやなと思われましたら、バッドボタンをお願いします。YouTube の仕組み的に、グッドでもバッドでもアクションがあるのが良しとされるようです。お手数ではありますが、どちらでも結構ですので、ひと手間いただけると幸いです。引き続き、最新情報をお伝えしていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。